ろしくお願いします。今日はタイトルがね、ちょっとうん、みんなビビって、上うん、司を上手に扱う。ね。で、これ英語で言うと、マうん、ネージングアップなんでうん、すよね。こうん。れって、よしこさん聞いたことあります？この言葉。ありますよ。あるけど、多分そんなにポピュラーな感じじゃない感じがしますね。ポピュラーではない、日本の普お通のお。ま、違う言い方ではあるよね、ごまするとかね。そういう言い方になっちゃうんですよね、なんか、これね、ごまするんだみたいな。あ、いや、そうそう。ごますりとはちょっとじゃない。違うんですよ。で、このマネージングアップってアメリカではもう本当にしょっちゅう使われる、うん、言葉であり、コンセうん、プトだと概念としてね。うん。で、必ずこれ、できないとやっぱり仕事に支障が来るってこともあるので、重要なスキルの一つとして考えられてるんです、実は。そうなんですよね。うん。うよね、だん。からそこを今日ね、詳しくお話しできればなっていうとこですよね。そう。で、そもそもじゃあなんでこういうコンセプトがあるかっていうところを先にさらっとお話しましょうかね。うん、お願いうん。します、よしこそう、さん。私みたいにごますりとか言ってね、日本だと。こうなっちまた、ゃうんだよね。そう、なんかそれって自分が他用の人たちも昇格するとか、例えば、よく見られる目的で上司うん。をなんかおだてるみたいなね、のがああ、しれないんですけど、もう少しそこをね、広げて考えていくと、その企業で、まあ、会社で働くとなると、やっぱ大きな目標に向かってみんなでね、進んでいく中で、人間関係を良くする、そして共通のゴールに向かって一緒に進んでいくっていう体制を作るっていうことはすごい大事だと分かってらっしゃると思うんですけど、まあ、それを上司との間でね、やっぱり自分からイニシエートして、まあ、主体的に関わって作っていくっていう、そういうん。うことだと思うんですよね。だから表面上はなんかごますりっていうふうに見えるかもわからないけど、でも実際はね、その大きな目標に向かっうん。て、そして、なんだろう、快適に働く、まあ、いい職場環境ですよね。というところを待っているんではなく、自らそこに働きかけていくっていう、そういうことの一つが、まあ、マネージングアップっていうことだなと思うんですよね、翔子さん。大ピンポンです。私ももう大賛成、その、定義づけに。で、どうしても私たちって、マネージングって言葉を聞くと、自分の部下に対してマネージングって意識がすごく強いじゃないですか。でも、その自分の働く環境をこう360度で見たうん、場合、その下だけじゃなくて上もあるっていうこうん、と。で、さっきその自分でイニシアティブを取ってっていうのがとてもいい表現だと思うんですけども、やっぱり上司に関しても、自分の部下と同じくらい、その注力して注意を払って、どうやっていったら、その仕事がしやすくなるか、うん、より快適にかつ効率よく、そのうん、組織のゴールを達成できるようなうん、関係で物事を進められるかっうん、ていうポイントだと思うんですね。うん、その通りですよ、その通り。よしこさん、なんで、これ経験あります？まあ、私はあんまりうまくいかなかったですね。いろいろすごい。ね、すごい、うまくいかいろいろやった結うん、果、うん、いったかいかなかったって、でもどうやって測るかっていうのはあれですけど、ちょっと置いといても、うん、なんか離れていった、ううん、まくいかないから、うん。どっちか辞めるとか、なんかで、もう一緒に働かなくなったっていうのはありましたよ。そうか。ね。私はやっぱりね、これ外資系だからかな。うん、結構周りでそれを上手にやってる、まあ、私の上司がその彼女の上司にうまくこうやってるのを見て育ってきてるから、それが当たり前だと思ってずっと今日まで来てますが、ああ、素晴らしい。うん、で、それぜは、
翔子さんのね、体験を交えて、う。どういうの上司にどういう対応をするのかっていうそう。のをね、おそ伺いしのね、その質問が素晴らしい質問で、どうん、ういうタイプの上司にどううん、いうやり方をしたらいいかっていうのがまさにもう肝なんですね。で、これは私たうん、ちが部下に対しても同じことでしょ。どういう部下に対してどういう対処の仕方をしていくと、その部下が非常に働きうん、やすくなって、うん、その力を発揮してくれるか。それうん、と同じコンセプトで、こういう上司のタイプにはこういうやり方でっていうのが多分あると思うんですね。で、私の経験から、まあ、はい。大きく3つ4つのタイプに分けられね、るかなって思うんですけど、まはい。ず最初にうん、なかなか決断しない上司、なんていうのか、優柔不断。不断、そう、優柔不断でぐじゅぐじしてる上司。これがまず一つのタイプ。で、うん、二つ目のタイプは、はい。自分のちょっと自分に対して自信がない。まあ、英語で言うと、インセキュアっていうんですはい。かのタイプの人っていますよね。だから、下手をうん、すると、自分の部下、つまり、よしこさんだったら私だったりするわけですけど、その上司に対してね。うん、が、自分に対しての、競合になっちゃうんじゃないか。つまり、うん、うん、スレッ脅威。ドね、脅威になっちゃうんじゃないかって、そういうビクビクしている上司。うこれ非常ん、にたちが悪いんですね。いると思うん、いますけど、いっぱい。で、言います。ういますでん、しょ。で、うん、もう一つは、もうとにかくオーガナイズすることができない人。ね、はい。もういろんなことが全然整理整頓されないで、いろいろ言ってきちゃう人。ね、もうやってらなかったら何でも投げてうん、くる人ね、うん、いますよね。いる。いますよね。で、私もそうです。おっと。上司として。はい。で、もう一つはい。は、まあ、もう一このつは、最初の3つはどっちかっていうと、まあ、パッシブアグレッシブっていうんですか。うん、ね。どっちかっていうと、ものすごく表立って、ギャーギャー言わないんだけど、なかなか難しい、扱いに難しい。で、最後のタイプがもうアグレッシブな人。うん、うん。なるね。で、このほど。4つぐらい大きなカテゴリーがあると思うんです。まあ、他にもいろいろあると思いますが、大きく簡単に分かれるとそんな感じ。まず最初に、じゃあ非常に優柔不断でなかなか物事が決められない上司、困りますよね。いろんどうしたらいい？ なことを、ね。教この人、えて。こういう人にはですね、もうこちらから全部、オプション1、オプション2、オプション3っていう具合に全部、どれがいいですかってメニュー形式でうーん。持ってってあげるんですね。で、どうでしょうね、これで、どれがよろしいでしょうねって言って、そうするとすぐ、どれかって、どっちかってそこにうん。なんていうんですかね、こっちがいいですよっていうのをちょっと誘導して、自信を持ってね、決めていたなるほど。だけるように、そう、持ってってあげる。これが非さす常に重要なことですね。で、カフェテリア形式ですね。そうです。もうこれとえ、これとこれで。で、うん。よく私昔言われたんですけど、あの、これね、すごい厳しい上司だったんです。言われましたね。部下のやることは考えること。上司は決める人って言われて、ああ、なるほどなとかって思ったんですけど、でも上司でも決められない上司がいますからね。だから、優柔そう、だからそう。部下が考えて、なおかつこれがいいですよっていうところまで持ってってあげる。ね。そういうこそれで物事をとにかく進めないと何もこともアクションがね、後手後手に回って、ゴーなるほど。ルに達成できません。はい。じゃあ、というわけで、まずこれ、優優柔柔不断な人にはこれで。上司にオプションを出す。はい。オプションを出して、しかもこれがいいですよってとこまで持ってっていいであげすね。あうん。げます。2番目、イはい、ン2番。セキュアな上司。うん。これがね、私もちょっとね、微妙なんですけど、さうん。っきごますりって言ったでしょ、よしこさんが。だからはい。ちょっと一歩間違えるとごますりに聞こえるかもしれないんですけど、こういう人たちにはもう褒めてあげましょう。褒めてうん。自信をつけてもらいましょうん。う。ね。で、下手をすると、
部下である私たちがその人の脅威になると思われると困るので、いつでそう、も立ててあげましょう。そこがポイントですよね。そう、今日になるっていうふうに思ってる可能性があるからね、あるから。うん、案外そうだかもそうかもしれないけど、うん。でも、まあ、一応それは、で、何事も、これ私、人間関係って全て別に会社だけじゃないと思うんですけども、自分がその上司にどういうふうに対処してるのかなっていうのは、自分の部下も見てますよね。同僚も見てますよね。だから、仮にあなたが昇進して、そういう立場になった時、やっぱり、あ、この人はそういう人なんだって見て対応するから、うん、やっぱりね、下手なことはできないですよ。素上司の足を引っ張るとかね、それはや晴らしい。めましょう。うん、うん。ほんとにそう、よく見てる。みんなね、すごくよく見てるので、仁義に欠けることはしてはいけません。なるほど。それは私はすごい、もう、実際に背中を見てるってことですね。そう、実際ね、自結分のね。構結構み結構みんな見てますよ。なそうです。ので、うん、だから一応そういうインセキュアな上司に対しては、これ一番厄介なタイプなんですけどね。下手をすると、ごますってるように周りの人から取られる可能性もあるし、その上司自身がやっぱりちょっとこう、脅威に思ってたりすると、なかなかうまくいかないこともあるんですけども、でもとりあえずうん、これをやってみてください。褒めてああ、げる。いいと思います。はい。じゃあ3つ目は何3つ目の、でしょディスオーガナイズドのね、こう非常にケオティックな、こう整理整う？頓ができない人。どちらかってる人ですね。とっちらかってる人。これはもはい。うね、もうどうし全部面倒見てあげてください。全部みんな。もうそう、全部お膳立てしてきれいにきっちり。要するに、なぜそういうことをするかって、よしかさんさっき一番最初におっしゃったように、組織としてそのゴールを達成するためには、何をしなきゃいけないかっていう時に、上司がやってくれないから私たちができませんっうん。ていう態度になったら何も起こらないですよね。これが大事。今のとね、こ。すごい大事。ね、ね。それうん、を上司のせいにしたら、じうん、ゃあ、後から、じゃああなたは何をしてたの？その上司が、整理整頓できないから、あなたもうん。整理整頓できなかったのかっていうことになっちゃったらそ困りますよね。そう、ほんとにかゆいとこに手が届くってやつですかね、だからそうなね。んです。だから、思います。もう一つも、もうポンポンポンってやって、できるだけもうやって、もう全立てをして持ってって、とにかく動かす。で、やっぱりね、それはね、うん。周りが見てますから。やっぱり、ここそう、も。ここも周りが見てますから。うん。そうするとね、大丈うん、夫です。そうですね。そうなんです。で、最後のそのアグレッシブな人。はい。うん、これ最近減ってるとは思うんですよね。減ってるとは思うんですが、います。いで、これますね。どうする？私もこれね、自分の直属の上司じゃなかったんですけど、そういう人がいました。はい、どうで、します？うん、これはですね、こういう人たちは大抵の場合、うん。あの、impatient、辛抱がない人。だからもうすぐ、now っていう人ですよね。今すぐって。そ即レですね。う。なので、うん。かといって、やっぱり仕事だから、そんなにすぐできることばかりとは限らそう。ないので、とにかく承りました。うん、と、アクノうん、レッジしてください。うん、で、大体ね、その人たちがギャーギャー言って10個ぐらいいろいろ言ってくるんですよね。これうん、私の経験ですけど。うん、そのその、私が最初の会社のうん、上の人だったんですけど、うん、インターナルの、まあ、私が御用聞きみたいな立場だったんで、その人のところに御用聞き行けなきゃいけない。そうするともう大体10個ぐらいバーっていうわけですよ。もうギャー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 。はい。で、そのうちのどうでもいいことの5つとかは、うん、はいはいって聞くんです。もうそれあで、もうそうん、の人の言う通りに、はいはい。それはどうでもいいことだから、大体エルハのどっちでもいいなってことあるじゃないですか。ね。で、5つぐらい言ったことの半分以上が、要するにその人の言う通りになると、それだけでちょっとこう、ボルテージが下がってくれるわけですよ。そうね、聞いてくうん。れたって。そう、それが役に。大切。うん。で、残りのやつの、実はここはちょっとなっていうところのネゴシエーションにこう持っていけるような、まず最初のその、どうでもいいところは、はいはいはいって言っちゃうところ、そのようにしてください。
なるほど。これがインペーシャントだからやっぱ即レスでね、いけるとこは。即レス、そうです。そう、即レスでどうでもいい5つぐらいの10個のうちの半分ぐらいは、はいっうん、てやってしまう。ね。で、うん、あとを紐のところでどうしてもこれは譲れないなっていうところは、やっぱりきっちりと譲らないっていうかね。そんな感じですかね。で、まとまってますね、すごい。うん。うん。だけども、それでもいろいろやってもうまくいかない時があるんですよね。まあ、そ私う、ありました。ありまどうしせん？よしこさん。ありますよ。そう。どうしました？翔子さん。それがですね、これはうん、マインドセットなんですけど、うん、世の中、何事にも始めがあれば終わりがある。ね。うん、で、うん。そういう辛いことも永遠に続くわけではないと思ってください。いや、そうだ。そう、そんなことないですか？よしこさん。これは本当神様がよく見てる。神様論？系が続かないんですよね。これは本当そう。面白いですよね。そう。う私もん。ね、一時期、ちょっとこの人なっていう、で、周りが見ても彼女が私のことを私がいじめられるんだから、うん。自分でもと思いましたけど、でもその人、いきなり、うん。私もだから、この人の人にはダメになっちゃうかな、やめようかなと思ったくらいだったんですけど、うん。いきなり、あるうん。朝、誰かが翔子、あんたってラッキーだよって言うから、えって言ったら、あんたの上司のほにゃらかさん、旦那の仕事で転勤するんだってさ、って言っすていなくなることが分かったの。すごい。ということもあるので、必ず何か嫌なことがあっても、それが永遠に続くと思わないでください。ね。ね、それ、やってみてね、さっき翔子さんが言ったようなタイプごとの対応して、まあ、それはみんなとっていいね、就業環境になるため。で、やった結果、うまくいかなかった時の話ですね。だからそうです。そういうことを期待するというよりは、いうことです。それはね、そうです。そうです。やってもやっぱりどうしてもダメってこともありますからね。うん。で、これはやっぱり自分のせいだってあんまり思わないってことも大切ですよね。そこすごい大事。やっぱさ、部うん。下のうん。自分じゃないかなってね、思っちゃったりする人たち多いかもしれない。でも必ずうん。じゃないんですよね。そう。そう、ただこのタイプ別の上司の扱い方って何うん、が重要かっていうと、さっき言ったように、上司がダメだからっていうそういう考えではなくて、いや、あくまでも相手ありきの話なんだけども、どこが自分のコントロールが効くところなのかな。ね。どこが自分の責任範囲としてコントロールができるところなのかなっていうとそう、ころをね、やっていたそう、だきたいんですよね。それすっごいありがとう、翔子さん、最後のまとめ。自分がコントロールできるのはどこかっていうね。でもそれすごいいっぱいありますもんね。部下意だったとし外とね。そう、意うん。外とね。ここはマインドセットをね、ちょっとシフトしていいとこですよね。で、その上でさっきの4つのポイントをぜひ、4つのタイプ分けのうん。対応をね、していただくとなおのことよし。うん、で、ちなみにフォーブスにも似たような記事があったので、まあ、ここでも同じような、なんですか、その共通のゴールにうん。向かっていくために、上司のマネージの仕方っていう部分では、例えばビジョンをね、きちっと語るとか、ゴールをアラインする。うん。それから、まあ、どういった頻度でその上司ときちっと話すか決めておくとかね、本当に共同関係を作るというようなところに立ち返って一緒に働いていくっていう、そういうのね、ポイントは上げてる記事もあったので、どうしましょう。YouTube のところそうです。の下にあそこにそれにつけま入れましょしょうね。う。まずうん。ご参うん。考までっていう部うん。分で。で、今、よしこさんが言ってくれた、その記事の中に入ってたアラインする。これってすごく重要で、特に新しい部署に行って新しい上司になった、あるいは上司が新しく入ってきたね、春結構そういうこと多いですよね。そういう時にその上司のエクスペクテーションって、どこに自分期待度があるのかうん、っていうことを前もって話し合っていくってことは非常に重要になってきますね。そうですね。で、うん。
今の、そういう、まあ、上司の人たちも慣れてる人だと、そういうミーティングしようねとか言って、で、私の期待はねっていう上司がいて、でも同時にあなたの期待も言っていいと思うんですね。部下としてね。そどういうふうにしてもらったらいいか、そこはお互いにアラインするっう。ていう時ね。うん。本当にそう。で、そうん。の中の一つに結構細かいことなんですけど、どういうコミュニケーションうん。が、どういった方法でコミュニケーションするのが一番やりやすいかっていうのも決めておくと非常にいいと思うんですね。そうですね。例えば、E メールの人なのか、テキストの人なのか、電話がいいのかとかね。うん。それとも、もううん。すぐオフィスに来て話をした方がいいのか、ありますよね、好き嫌いが、うん。好みが。あります。最近はなんかテキストがいいっていう人が、まあ、たまたまかもしれないけど、早いからそっちの方があって。そう、ね。結構多いんですよ。うん。なんかメール送って全然反応ないんだけど、どうなってんのかなと思ったらテキストの方ばっか反応してたとかね、ありますもんね。で、うん。それ上で、司から見ると、そうそう、かゆいところに手が届くやつだなっていうふうにやっぱ思われるわけですよね。そう。うん、うん。それは細かいことのようなんですけど、結構肝なんですよね。えー、うん、うん。そういうとこ、かゆいとこを書いてあげましょうということで。上司の。ありがとでもそれうございます。もね、うん、あくまでも組織の、そうです。ゴール達成のためですからね。そうそうそう。ごますりっていうとなんとなく一人だけのためって感じしちゃうんだけど、そうみんなのためにうん。みんな、ね、関係良くしましょうっていうことですね。OK です。OK じゃあ、です。今日はそんなところで、はい。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。あれ、次回って何話す次忘れ、回はですね、忘れなんかてるでしょう。忘れてた。ちょっとお待ちください。でもアジェンダありま次回すか？はですね、バウンダリーです。バウンダリーか。でも今日の話の中にバウンダリー関連しちょっますね。と入ってきますね。はい。うん。要するに自分の境界線をどこに、そうがですね。ずけずけ入ってくる人もいますからね、バウンダリーを作っておいても。そういうあ、ことに対してどのように、境界線をね、引いて、心地よく働ける環境にするか。はい。じゃあ、それでよろしくおは次回。願いします。はい。次回にしましょう。じゃあ、そんなぐらいでまた来週、皆さんありがとよろしくおうございます。願いします。ありがとうございました。省吾さん、皆さん。お疲れ様はい。です。どうもお疲れ様です。